経済社会を維持していくためには何をどれだけ生産するのか、そしてどのような方法で生産するのかという問題を解決しなければなりません。これは限られた資源を有効に活用するということです。これ私がだいぶ前に読んだ本なんですけど、これ医療経済学という分野がありまして、医療経済学のテキストに書かれたことですね。で、非常に印象深い記述がありました。命は地球よりも重いという言葉は聞いたことはありますか？これはもう医療に従事する方、そして患者さんにとっても非常に重要な意味を持つ言葉です。自分がですね、病気になった時にはですね、そういった考え方を持っているお医者さんに見てもらいたいと思うと思います。ただここで極端な話をします。もしですね、その地球上の資源をですね、ある一人の患者さんに全て捧げると、その患者さんの命が救われるという状況を考えてみてください。その時にですね、命は地球よりも重いという考え方で地球上の資源を全てその患者さんに投入するってことに関して同意が得られるかとなってくると、これはほとんどの人がやっぱりなかなか同意しないと思うんですね。なんでかっていうと、やはりその人にその全ての資源を投入してしまうことによって他の人の生活が成り立たなくなって生きていけなくなってしまうからなんですね。あともう一つですね、考えなきゃいけない問題がありまして、生産されたものをどのように分かち合うか。例えば一生懸命努力して働いた人がその努力が報われる、それだけ給料をもらうということですね。それと、万が一病気や怪我をした場合にですね、それでも安心して生活していくことができるような社会を作っていくことということになります。こういう、実はこの何をどれだけ作るか、どのような方法で作るか、どのように分かち合うかってこという3つの経済問題をですね、どういう形で解決しているかといいますと、私たちの社会、日本ではですね、それを自由に競争をして取引をする場、これを市場と言いますけれども、市場という場所でその場所を中心にして解決しています。そして市場で解決できないことを政府がですね、補っていくという体制をとっています。経済学というのはその市場の中にいる消費者とか生産者、政府ですねの経済活動について分析をする学問なんですね。経済活動のですね、そのメカニズムについていろんな仮説を立てて説明していくということになります。ただその仮説、理論を作るだけではなくて、もちろんその理論が妥当なものかどうかということを検証していくということもやっております。最終的にですね、経済学という学問は経済に関わる問題をですね、解決して人々が幸福になるようにする、それを目指している学問なんですね。